こんにちは、パピガニです。さて、現在このチャンネルで解説している Microsoft Flight Simulator 2024の特にキャリアモードですが、このキャリアモードは特定のゴールの設定がありません。つまり対戦型ゲームみたいにボスキャラを倒せば終了とはいかないんですよね。ある意味どこまでやるか、どこでやめるかも含めてプレイヤー任せになっていて、かつゲームの進め方もプレイヤー任せ。チュートリアルはありません。そういったわけで今回もこのキャリアモードの進め方について解説していきたいと思います。それではキャリアモードのフロー図を見ていきましょう。青色がやること、赤色がその結果得られるものです。この図の太枠の部分はこのゲームを進行させる上で欠かせない部分です。つまり得られた経験値を使ってミッションをこなす。それによって得られたクレジットを投資に回すというルーチンになります。ゲーム進行上のフェーズを3つに分けてみました。上から飛行訓練と試験、次が事業会社の設立、そして最後が事業会社の維持と拡大になります。今回の動画では2番目のフェーズ、事業会社の設立と3番目のフェーズである事業会社の維持と拡大について実際のゲーム画面を使いながら解説していきます。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、キャリアモードの中でね、会社を設立して航空機を購入する時の、注意点というかコツみたいなものを紹介したいと思います。まず私の場合、この画面で見ていただいて分かる通り、会社をね作っているんですけども、まだ航空機を購入していない会社があります。これは事業としては捜索救難の事業なんですけれども、ではここでですね、この会社に対する航空機を購入するというところを手順を追ってみたいと思います。会社を管理するっていうのをクリックしますね。その後に黄色いラベルで航空機を購入するってありますんで、これをクリックします。そうすると3つのメニューが出てくるんですけど、マーケットプレイスはね、リアルにお金を払って購入するんで、これは除外しましょう。中古の航空機か新規の航空機を購入することになります。で、どちらがいいかっていうお話なんですけども、結論から言うと中古の航空機で良いと思います。実はその航空機の中に積んでいるエンジンは耐空年数っていうか、車でいうところの走行距離みたいなものによってオーバーホールをする時間数が決まっているんですよね。エンジンが対応できる飛行時間が決められています。セスナの場合は一般的に2000時間で、各メーカーの各航空機にそれぞれ滞空時間が決まってるんですけども、リアルな世界だと航空機を購入するときにね、例えば滞空時間が1500時間も乗っていて、残りが500時間であればその分安く中古機として販売されるということです。で、時間数で割ってだいたいどのぐらいの原価償却になるかみたいな計算をしていくっていうことですね。ゲームの中では特にそんなに乗らないということであれば、古ければ古いほど良いということですね。だいたい残り100時間程度でもいいぐらいなんですよね。なので、新品を買うというのは考えなくても良さそうだということです。で、仮にこのエアバス H125 を買うとすると、新品だと190万クレジットですか。で、これを基準に中古の購入費用をちょっと見てみますね。中古の場合、この6点が今出ていますけども、一番価格が安いのだとだいたい90万クレジットぐらいから190万クレジット近くまであります。で、これを購入してもですね、多分新品よりも高くなってしまうと思うんですよね。というのは、整備が必要ということで、まず電気系統の整備に20万クレジット、190万プラス20万クレジットで、実際には210万クレジットの支払いが発生するということなので、これは新品よりも高くなってしまいます。なので、今のような計算をして、その整備費用を足した状態で購入費を考えて、最も安そうなものを購入するというのがいいと思いますね。で、例えば今これ90万クレジット近くなんですけども、これを購入すると、これで20万ですね。プラス20万で110万クレジットと、ここに30万クレジットありますんで、150万クレジットぐらいですね。実質の費用は150万クレジットぐらいかかりますよということになります。だから先ほどのこのほぼ190万のクレジットのものを買うんであれば新品を買った方がいいし、もっと安く買いたいんであればこの辺のものを選択する。で、中間の140万クレジットで販売されているもの、これはどうなのかというのを見てみますと、これちょうど140万ぐらいなんで見てみますね。これを見る限りは、30万プラスで170万クレジットになりますね。結果的に今の90万クレジット近くの航空機を買うっていうのが一番いいということになります。90万クレジットの航空機を買うとしましょう。そうすると次に出てくるのがこのコンディションが出てきますね。
で、これは先ほど見たように、ここで追加費用としてどのぐらいかかるかを測ることができます。この場合は、60万クレジットですか。追加なんで150万クレジットくらいになりますということですね。次に進むと、これは派生系ということで、どんな装置がついているか、追加装置、オプションがついているかっていうのを見ていく形になります。で、保険はですね、基本保険でいいと思います。この場合、救助保証っていうのもついてますけども、よっぽどのことがない限り、救助者をですね、取りこぼすとかそういうことはないと思います。心配だったら、この上記保険を追加しておいた方がいいでしょう。これで、基本保険をして配送っていう形になりますね。ここで購入と同時にどの空港にこの H125 を配置するかと決めなくちゃいけないっていうことになります。で、この場合今出てきたのは、これは私がこの空港にいますというマークなんですよね。で、配送するときに最初に出てくるのは今自分がいる空港になりますけれども、もしこの周りにですね、捜索救難の需要がないと、ここに配置する意味はないんですよね。なので、実際に購入する前にどこに置いたらいいかとあらかじめ検討しておく必要があります。その検討の仕方についてちょっとこの後に解説していきますね。この航空機の配置場所っていうのは、一応ですね、最初に配置する場所もそうなんですけども、運用途中もね、どっかに移送先を見つけるためにも同様の手法が使えますんで、ちょっとこれは覚えておいた方がいいと思います。で、もし仮に捜索救難のね、全体の需要を見たいんであれば、このフィルターっていうのを設定します。専門分野の中から捜索救難のですね、今は回転翼機なので、このホイストっていうやつを選択しますね。回転翼機、ホイスト、両方あるな。ちょっと両方見ておきましょう。そして、これでフィルターがかかった状態で実際検索しますね。そうすると、今日本国内だとこれだけあって、ヨーロッパなんかもね、かなりありますが、オーストラリアに配置したいと思いますね。ここ結構多いので、回転翼機の捜索救難のミッションですね。数が多そうなところ、この中からちょっと選ぶしかないんですけれども、覚えておかなくちゃいけないのは、ミッションはこの場所に発生しているというよりも、飛行場に対してオファーがかかります。こう見ていくとですね、例えばこのミッションはこの工場にオファーをかけていて、こちらはですね、逆にこちら側のベナラっていうところの飛行場にね、オファーがかかっていると。この飛行場とこちらの飛行場、どっちの数が多いかっていうのは、飛行場のマークをクリックしてミッション一覧を表示すると、今4件であるっていうことが分かります。今度はこちらの空港、ここにある空港には何件のミッションがオファーがかかっているかというと、6件であると。だからこっちの方がミッションとしては多いんですね。そういうふうにしてミッションのこの表面上の数を見るんじゃなくて、飛行場に対するオファーがどれだけかかっているかっていうのを見ていった方がいいですね。はい。で、この辺も多そうなんで、例えばこの飛行場を見てみましょう。そうすると、ここはかなり多いですね。これ14件ってなってますんで、ここに配置すればいいというふうにある程度判断できる。ここに決めましょうっていうことで、この飛行場のね、イカオコードっていうんですけども、飛行場コードを覚えておいて、YTGG ですね。で、実際に購入した時に、この飛行場をコードで指定して配置をするというふうにするといいと思います。はい、これで購入時にね、航空機の場所を指定できる形になったと思います。あとですね、次のテーマとしてはその航空機のメンテナンスなんですけども、実際購入して、配置していった航空機はメンテナンスをかけていく必要があります。主にメンテナンスをする項目としては、点検作業と汚れですね。汚れがあると何が問題かっていうと、見栄えの問題もあるんですが、ゴミが詰まっていたりするとエンジンがかからないっていうトラブルがありますんで、汚れをクリーンにするのも結構重要なポイントになります。ではその見方を今度はもう一回見ていきましょう。はい、メンテナンスのためには、この会社のところですね、すべての会社を選んで、保有機の概要、これをクリックします。事業会社ごとじゃなくて、ユーザーとして保有している航空機の全部を見ることができます。で、この中でチェックするのは、ここですね。次の点検推奨時期までの時間帯。このエアクルーズのカブリ G2 がもう点検時間を過ぎていますので、これは点検しないといけないということなんですね。パピーガニエアクルーズの会社の管理に飛んで、この中のカブリ G2、2台あるんですけども、どちらかが点検時間も過ぎているということを確認しますね。航空機の管理っていうのを押すと、これですね、26時間
乗り続けているんで、必須になってますね。で、これで点検をアップデートします。チェックアップします。そうすると、整備必要っていうことで、この整備費用はね、電気系統、あと着手装置とエンジンというのをメンテナンスしなくちゃいけません。で、ここでも直接メンテナンスをしておきましょう。で、これは点検時間が来なくてもある程度メンテナンスが必要な場合があるんですけども、一個一個全部毎回チェックするのは大変なんで、やっぱりこの点検時間、飛行時間25時間ごとに点検しなくちゃいけないんですけども、その25時間経ったやつを選んで点検して整備していくっていうのがいいと思います。あと、このウォッシュとサイト層っていうのがありますけども、ウォッシュは特にそのピトー管とかをですね、きれいにする必要がある場合に有効なんで、まずはウォッシュをかけることですね。美観の問題でね、すぐ汚れてしまうとか、塗装が剥げてきたという時に、再塗装をするっていうのがいいと思います。機体を保護するっていう意味合いもあるんだと思います。はい、以上がね、メンテナンスの内容でした。はい、それではここからは事業エリアの拡大について解説していきますね。ミッション飛行のためにメニューを開くと、ミッションが展開されている場所は一部のエリアに限定されていることがわかると思います。で、ある程度ね、ゲームを進めていくと、世界各地に飛べるエリアが点在している様子が伺えます。ここではこれをミッションエリアと呼ぶようにします。要するにミッションが実行できる特定のエリアということですね。ではこのミッションエリアがどういうふうに展開されていくのか、ここではそのことについて解説していきたいと思います。で、今この画面はですね、私が実行しているキャリアモードのミッションの画面なんですけれども、最初の時点でこのミッションが展開されるのはキャリアモードを開始するときに決めた空港になります。私の場合は東京にある調布飛行場、ここを最初に空港として指定したので、まずこの周りからミッションが展開されていったんですよね。そして逐次他のところもミッションエリアができるようになっていきました。ではどういうふうにミッションエリアができていくかっていうのを解説するんですけれども、その前にですね、このミッションエリアが展開される条件っていうのを説明しておきます。で、このミッションエリアはプレイヤーが使った空港を基準として、その空港を中心として半径100マイル程度の範囲が設定されるということなんですよね。その広さについては大小いろいろあって、特にエリアの面積が限定されているわけではないです。それぞれのミッションの種類によっても展開されるミッションエリアの面積が変わってくるということなんですよね。空港を使ってその空港を中心として展開するんですけれども、空港を使うきっかけっていうのが2種類あります。一つは新たに事業ライセンスを取得して、その事業種類の最初のミッションが出現した時、通常その場合はこういうゴールドのね、ひし形のアイコンで示されるんですが、空輸建設は今回初めてやるようなミッションになります。で、ここでこの空輸建設のミッションをやると、ここの空港の周りがですね、ミッションエリアが展開されるようになります。このちょっと特殊な科学研究っていうミッションがあるんですけども、これはいろんなところに点在していきます。最初に1回目をやった後に他のところにもこの科学研究のミッションが出現するんですよね。その場合は時間制限付きになっています。残り19時間ってなってますけども、この時間内にこのミッションを実行すると、ここにある空港が使われたっていうことで、この空港の周りにミッションエリアが展開されるという風になりますね。で、もう一つプレイヤーとしての自分ではなくて、この航空機に設定したパイロットが航空機を運航して、でどっか別な場所に移動することがあると思います。で、その場合もどうやらミッションエリアが拡大されるようで、特にこの多数のね、航空機が置いてあるこのヨーロッパのエリアは、私が何もしなくても拡大していってます。特定の地域に対して、自分の航空機を配置してパイロットを設定すると、いつの間にかミッションエリアが拡大しているという状況になります。で、今まで説明してきたのはゲームのプログラム側である程度設定したエリアを拡大していくという形だったんですけども、例えばある特定の地域にミッションエリアを能動的に設置したいという時は、自分でその場所にね、移動する必要があります。この時はある程度制限があって、すでにあるミッションエリアに存在する一方通行のね、貨物輸送とか旅客輸送とかっていうそのミッションを実行すると、その行き先の空港、ここで新たなミッションが展開すると。だから例えばこの島ありますよね。シンガポールのこちらの島側の地域をミッションを行うと同時に遊覧飛行したいという時は、ここにミッションエリアを設定しないといけないので、そういった時はこの貨物輸送を実行して、
タレンパからベンカヤンへの荷物を移送してですね、ここにミッションエリアを拡大することができると。でこの時はクレジットを取得するとかですね、あるいはその経験値を取得するっていうのは、特に必要ないので、とにかくここにある特定のエリアを拡大したいっていうだけなので、最初から最後まで徹底してショートカットを使ってゲーム上ですね、できるだけ短い時間でこちらの着陸地点に到達すると。でミッションを成功させるというやり方がいいと思います。でこれで何が得られるかというと、今現実的に10台ぐらいの航空機を使ってパイロットを設定して受動的収益、私が何もしないでも収益を得るような構造にしているんですけども、それがだいたい1回につき10万クレジット程度今はもらえます。昔はもっと少なかったんですけども、その航空機を増やしていくことで受動的収入を増やすことができるような仕組みになっています。ただそのミッションエリアが少ないと配置できる航空機も限定されるんですよね。限定されるというよりは、そのエリア自体が少ないために需要が少ないので、多く配置してもその航空機パイロットが稼働しない可能性が高いということで、できるだけエリアを拡大しながら航空機を多数配置してパイロットによる収入を得るようにした方がいいと思います。ただしこの場合パイロットがね稼働するのはプレイヤーとしての自分自身もミッションをこなしていないといけないんですよね。毎日このミッションを自分がこなしていれば稼働がかかって受動的収入を得ることができるかもしれないんですけども、その受動的収入を得るためにはとにかくプレイヤー自身が飛行しないといけない。でそのためのモチベーションを確保するために、知らない場所の上空を初飛行とか、あるいはね遊覧飛行っていうのをやっていって、場所を見るという楽しみと同時にミッションをこなすっていう風にすればいいと思うんですよ。そうしないと、いっぱい航空機持ってもあまり稼働しないで終わってしまうということになると思います。できるだけ新しい場所を上空から見る、世界中の知らない土地の上空を飛ぶという目的を持ってミッションをプレイしていくという風にしたいと思います。ということで今回のですね動画いかがだったでしょうか。マイクロソフトフライトシミュレーター2024ではチャレンジリーグ、フォトグラファー、そして今回紹介したキャリアモードと、3つの種類のゲームがあるわけなんですけれども、特にこのキャリアモードは長い時間をかけて少しずつこなしていく必要がありそうです。ただ私もね秋っぽい人間なので同じことを繰り返すの超辛いんですよね。そこで今回はミッションの遊覧飛行を、やりながら世界中を旅して見て回るという、そういうことでモチベーションにつなげていってこなしていくということをやろうと思っています。よく考えたらですね、これは結構壮大な計画になってしまうんですけれども、ただですね、この仮想空間の中で上空からいろんな場所を見れるっていう機会は、非常に貴重だと思います。時間もですねかかりますが、それだけやる意義があるものだと思っています。皆さんもぜひですねこのミッションをこなしながらバーチャル世界旅行を楽しむような形でこのキャリアモードをねやってみてはいかがでしょうか。ということで今回この動画がためになったと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではグッデイ。Papadani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.